こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は以前この動画で紹介したストライプのブロードの生地を使って胸元がすっきりシャープに見える V ネックの簡単な T シャツを作っていきたいと思います。今回使う型紙はいつも私がお世話になっているじゃん、月寄よしこさんのシャツ&ブラウスという本の中の25番 V ネックのブラウス、これを作っていきたいと思います。このブラウスの特徴は何といってもこのねストライプの線が斜めに見えるこの切り替えかなと思います。型紙を写す時のポイントから裁断のポイントまでじっくり解説していきたいと思いますので、ぜひ一緒に作ってみてください。それでは始めたいと思います。スタート。はい、では早速本についている型紙を写していきましょう。今回使うパターンは後ろ身ごろと前身ごろの2つだけなのでとっても簡単。今回使う本はいつも使っているこの月寄よしこさんのシャツ&ブラウスという本の中のパターンなんですが、この本は実は作り方はとっても詳しく書いてあるし、とってもベーシックなシャツの作り方も載ってるし、今回作るような超シンプルなトップスの作り方も書いてあるので、すっごくおすすめな本なんですが、実は1個注意点があって、この本についている型紙写す時には袖ぐり A とか袖ぐり B とか自分の作るデザインに合わせて線を選んで書き写す必要があるんですね。でそれを間違えないようにだけしてほしいなと思います。なので詳しくどの線を書き写すかっていうところを見ていきたいと思います。まずは後ろ身ごろ。後ろ身ごろはこの1番後ろ身ごろという型紙を書き写します。でこの後ろ中央という線がここになります。で襟ぐりは襟ぐり D、ABCD の D で袖ぐりが B、裾が裾 F という線を書き写します。つまりこの後ろ身ごろのここの線襟ぐり D っていう線とこの袖ぐり B っていう線を書き写します。でこの肩の線はこの袖ぐり B から襟ぐり D のここまでを書き写してあげる。そして裾 F っていうのは結構ね線がいっぱい入り乱れている感じなんですが、この裾 F まっすぐ来て斜めに上がっていくこの線、これを写してあげてください。お次が前身ごろです。で前身ごろはこの2番の前身ごろというものを写すんですが、この前のところには線がたくさんあるんですけど、この前端じゃなくって今回は前中央、この前中央という線を書き写してあげます。そして襟ぐりは E なので襟ぐり E、 この斜めの線でこの下の方の線ね、下が E でこの上のキュッとまっすぐになっているのが D なので今回は E の方を書き写してあげます。袖ぐりが B で前身ごろの裾は C という線を写してください。後ろ身ごろの方は裾 F、 こっちのね裾 F、 後ろと同じ裾 F の方がこちらもカーブになっているのでこれかなっていう感じがするんですけど、今回は裾 C なので一直線のこっちの線で書き写してあげます。つまりこのね身ごろを前と後ろで合わせてあげると、こっちが後ろ身ごろなんだけど前身ごろとこうやって脇の部分で合わせるとこんな感じで、後ろの方は少し長めのカーブで前はまっすぐっていう感じになってれば OK です。で裁断していきましょう。今回作るこのV ネックのブラウス、このトップスの最大のポイントはこのね斜めの切り返しかなって思います。こんな風に切り返しがあるとちょっとすっきり痩せて見えるんじゃないかななんていう淡い期待があるので、こんな感じに仕上げたいんですが、気をつけるポイントはもう裁断する時に間違わないで裁断すれば簡単にこういう風にできます。でこの本では生地をこうやって広げてでこんな感じで
型紙を乗せて裁断しましょうという風になってます。もちろんこういう風にしてあげてもいいんですが、こういう風にして裁断するにしろ何にしろ一つポイントがあって、この身ごろの型紙に目安としてのバイアス斜めの線を書き入れてあげてほしいんですね。でこんな感じで方眼定規にこうやって斜めの線が入っている人は、この地の目線、地の目の線、縦の線にこのバイアスの斜めの線をこうやって合わせてあげると、こんな感じで斜めの線が入ります。ストライプがこういう風に入ってほしいですよね。なのでこういう方向で線を引いてあげる。あとはこの私が使っているメモリのあるパターン用紙だったら、もうメモリに斜めのねこういう点々点があるので、それに沿って線を描いてあげてもいいし、もしくはもうこんな長い定規がないよとか、メモリのついてない型紙使ってるよっていう人は、この縦の地の目の線に対して垂直に1本線を描いてあげます。こんな感じね。でこの身ごろをこうやって折ってあげて、この縦の線がここの横の垂直の線に重なるように、ここで透けてますよね。こうやってこんな感じ。これだとずれてるのがこうね、こんな感じで重なるようにしてあげて折る。そうするとこの折り目、これがバイアスになるので、ここで線を描いてあげる。何でもいいです。バイアスの線を1本描いてあげてください。これだったらこの前中心に向かって下がる斜めの線ね。後ろも同じようにしてバイアスの線を描いておきます。こうやって線を描き加えてあげるだけで断然間違えなくなるので、ぜひやってみてください。では生地にのせてみたいと思います。はい、今は分かりやすいように生地をね、こっち側で輪にして、生地を今回は外表になるようにして半分に折っています。こっち側が耳で、こっち側が輪なので、生地の地の目の方向はこういう風に走ってますね。通常だいたい生地を裁断するときは中表にして裁断すると思うんですけど、外表にして裁断した理由としては、今回この外から見た時のストライプの線が正確にちゃんとバイアス方向、斜め方向に出てほしいので、それを目視で目で見てちゃんと確認できるように生地の表面を見えるようにして置いています。この生地は生地幅が140センチ以上あるダブル幅って言われる幅なので、生地を半分にして一気に2枚裁断できるんですが、本に書いてあったのは確か109センチとかだったと思います。生地幅が狭い生地を使う時にもぜひ表面が上になるようにして、これからやる方法と同じ感じにして裁断してってあげると失敗しないでいいかななんて思うので、やってみてください。でこれはストライプの線がこういう風に走ってるので、さっき書き足してあげたこの斜めの線とストライプの線が重なるようにして置いてあげれば、こういうことにするとちゃんと前から見た時にこういう後ろ中心に向かって斜めに下がる線になるようにして裁断ができます。こんな感じ？なんか変な格好になるけど、多少はね仕方がないかな。でもうちょっと生地を大事に使おうとするなら、こんな風にずらして耳と耳を合わせて半分こにして折らないで、こんな感じで少しずらして生地を畳んであげると、こんな風にね結構四角く綺麗な状態で生地が余るので、ここはここでね別で使ってあげることができます。例えばこうやってバイアステープにしてあげたり、あとは四角く切って生
巾着にしてあげたり、いろんな使い道が出てくるので、できればね、変なデコボコの形にしてあげないで、しっかり四角形で残してあげるようにしてあげるといいかななんていうふうに思います。ではこんな感じで裁断しちゃいますね。それ、はい、こんな感じで後ろ身ごろと前身ごろが裁断できました。あとはバイアステープが必要なんですね。首元と襟ぐりは同じだ。首元と袖口をバイアステープで処理するので、40センチ前後のものが2本と50センチ前後のものが2本必要なんですね。で、実は裁断していて気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回バイアスに生地を、バイアスって斜めね、斜めに生地を裁断しているので、この後ろ中心を一直線で裁断した時に、ここがねちょうどバイアステープにぴったり使えるところになってます。しっかりねまっすぐ裁断できてれば、ここをうまく使ってあげるとバイアステープが超簡単に出来上がります。こうやっておいて 2.5 センチ幅のバイアステープ、50センチ前後のバイアステープが全部で4本なので、これで2本生地が2枚重なってるからね。でもう1本同じ 2.5 センチ幅で切ります。はい、これでバイアステープが完成です。はい、では裁断が終わったので縫い代を見ていきたいと思います。今回バイアステープで袖ぐりと襟ぐりは処理します。なのでこの袖ぐりと襟ぐりは縫い代 0.5 センチつけます。で前中心、肩、脇は縫い代1センチ、後ろ身ごろも後ろ中心、肩、脇は縫い代1センチで、裾の部分は縫い代2センチつけてください。縫い代のつける順番っていうのは、基本はミシンで縫っていく順番につけるっていう風に言うんですけど、今回肩の部分を縫い合わせたら、その後すぐにバイアステープで首周りと襟周り、同じだ、首周りと袖ぐりをバイアステープで処理するので、今回はこのアームホールの縫い代をビッと先に延長する。前も、あとは首もで、他の部分を縫い代つけて、ここの首のところとぶつかったら直角だし、後ろの方も同じように後ろ中心つけてきて、後ろのここの部分にぶつかったらここで直角だし、あとは脇もここをね、アームホールを先に縫い代を延長して 0.5 センチで延長して、脇の方は下からつけてきて、ここの部分で直角出しをしています。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。是非この動画を見ながら一緒に型紙を写して裁断してほしいなと思います。もし役に立ったなと思ったらチャンネル登録と高評価していただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。